河野くん、君はクビになるだろう。君のような生意気なだけの若造はうちにはいらないからね。支店長もそう判断されるだろうさ。いや、お前のような男は我々に悪影響しか与えないな。今すぐにやめろ。銀行で融資担当を務める俺は、ある日20億の大型融資を決めた。その取引を取りまとめたのは俺だったにもかかわらず、上司の高橋は自分の手柄として上司に報告したのだ。証拠がないのをいいことに、横取りしたのはお前の方だろう。他人の仕事を横取りしようとするなど言語道断。この件は支店長に報告させてもらうよ。と、ニヤニヤ笑っている。机に叩きつけた手が怒りに震えた。そして、高橋を睨みつけながら、俺は口を開いた。俺の名前は河野祐馬。銀行で融資担当として働いている。俺は今年で入行5年目だ。まだまだ経験は浅いが、こんな俺にも後輩がつくようにもなった。大学を卒業し、入行したばかりの後輩は、仕事以前に社会にも慣れていない。毎日、自分の仕事をこなしながら、後輩の仕事の確認と指導も行っている。独り立ちさせるのはまだ先になりそうだが、彼は覚えが早い。この調子なら、安心して仕事を任せられるようになりそうだ。後輩へ指導やアドバイスをしていると、自分が入行したての頃を思い出す。思い返せば思い返すほど、当時の俺の仕事はひどかったなと苦笑してしまう。入行1年目の俺は、目標金額を達成するために、毎日必死だった。だが、何も分かっていない新人ががむしゃらにやったところで、成果が出るはずもない。目標金額ははるか遠く、上司の目も怖い。焦った俺はこう考えた。小口の融資を追っていたらいつまで経っても目標を達成できない。だったら、動く金額が大きい大口の融資に絞って営業をかけよう。そう思い、大口融資をしてくれそうな顧客に絞って営業をかけていた。だが結果は出ない。電話を途中で切られることもあったし、門前払いも当たり前。銀行へ注意の電話をしてくる顧客もいた。上司から厳しく叱責され、落ち込む俺に、先輩はこう言った。河野くん、君はどんな風にお客様と接していますか？俺の指導についてくれていた先輩の質問に、俺はこう答えた。多額の融資をしてもらえるよう、とにかく相手を持ち上げている。相手に話を合わせている。気持ちよく融資を考えてもらえるように、と。うなずきながら俺の話を聞いていた先輩は、真剣な顔をして口を開いた。君に足りないのは、お客様を知る努力ですね。先輩の言葉に、俺は首をかしげた。顧客の話はちゃんと聞いているつもりだったからだ。先輩は続ける。一番大切なのは、顧客に寄り添うことです。君は、お客様がどうして融資を考えているのか知ろうとしていますか？どんな悩みがあるか知っていますか？会社の置かれた状況や事情をお話しいただけていますか？それは仕事に関係あるんですか？と俺は返した。先輩は微笑むと深くうなずいた。相手に信頼されているかどうかはとても大切ですよ。河野くん、君は信頼していない相手からお金を借りようと思いますか？思わないですよね。信頼関係を結べなければ、そもそも融資のご相談はいただけません。小口も大口も関係なく。そう言うと、さらに先輩は教えてくれた。その場しのぎの都合のいいことばかり言う人間は信頼されない。話をするたびに意見が変わる人間も、自分の意見を持たない人間も信用されない。大した額にならないからと、態度に差をつけるのももってのほか。我々にとっては少額だとしても、お客様からすれば大きな決断です。それに、最初は小口だったとしても、後に大口の融資のご相談をいただける可能性だってある。どんなお客様にも真摯に対応しましょう。一つ一つ丁寧に説明してくれる先輩を俺はまっすぐ見つめた。自然と背筋が伸びていた。
銀行の若きエースとして上司の信頼も厚かったその人の言葉は、俺の心に染み通っていった。お客様それぞれの事情や状況を積極的に知りましょう。お悩みに寄り添い、ご相談には真摯に対応する。信頼によって結ばれた関係性を作ることを意識してやってみてください。はい、と大きな声で答えたが、不安もあった。先輩が教えてくれたことを俺はちゃんとできるだろうか。眉を下げる俺に先輩は微笑んでくれた。大丈夫。君ならできます。顧客第一という言葉を忘れないで。主役はお客様。我々は主役を支えるスタッフです。それから俺は顧客に対するアプローチ方法を変えた。がむしゃらに営業をかけるのではなく、まずは相手を知ることから始めた。その会社がどんな製品を作っているのか、どんな人が働いているのか、置かれた状況や世間からどんな印象を持たれているかも調べ上げた。顧客のもとへ足しげく通い、世間話をしたり、愚痴に付き合ったり、融資とは何の関係もない相談を受けることもあった。そうやって顧客に寄り添う方向へ舵を切ったのが功を奏したのだろう。次第に顧客から融資の相談をしてもらえるようになり、目標金額を達成できるようにもなった。最初は全く契約を取れなかった俺がここまでできるようになるなんて。先輩に報告すると、先輩は穏やかに笑ってこう言った。君が頑張った結果が出たんですよ。これからもその調子で頑張りましょう。顧客第一で。ね？顧客第一。先輩の言葉は今も胸に深く刻まれている。そうして融資担当として働いてきた俺は初めて異動することになった。初めての異動ということもあってか、移動先の支店の人たちは俺を優しく迎えてくれた。わからないことや困ったことがあったら気軽に声をかけてね、とみんな笑顔で言ってくれた。初めての移動だったので不安も多かったが、なんとかやっていけそうだ。そんなことを考えながら挨拶回りをする。だが、温かい言葉をかけてくれる人たちの中に、一人だけ、視線も合わせずコーヒーをすする男がいた。名前は高橋茂人。俺の直属の上司になる男だという。他の同僚に聞いた話によると、高橋は大口顧客にはこびへつらう一方、それ以外の顧客に対しては上から目線で話すし、適当な対応をするような奴らしい。しかも、小口の顧客を部下に押し付け、自分に大口の顧客が回ってくるように根回しまでしているとか。絵に描いたようなクズだが、大口顧客を担当しているからか、発言力があるそうで、支店長の覚えもめでたい。支店のトップに気に入られている彼には、誰も逆らえないのだという。移動してすぐ、高橋からとあるリストを渡された。会社名や個人名がずらりと並んでいる。顧客リストだ。過去の融資金額、融資の予定までざっと目を通したところで、噂は本当だったのだと納得した。渡されたリストに掲載されていたのは、融資額の少ない顧客ばかりだった。小口とは言えない顧客の名前もあったが、高橋が回してくるということは何かあるに違いない。大方、気難しい方や厳しく接してくる方なのだろう。リストを手に黙り込む俺を、高橋はニヤニヤ笑いながら見上げてくる。君のような若手にはこのくらいの顧客がちょうどいいだろう。金のない彼らに上手におねだりして小金稼ぎをするんだな。目標額に届くようせいぜい頑張りなさい。激励の形をした嫌味だ。言葉や表情から悪意しか感じない。期待しているよ、なんて口では言うが、心の中では自分の気に入らない俺に顧客を押し付けることができて、さぞご満悦のことだろう。高橋の俺に対する発言も気に入らなかったが、顧客を馬鹿にする態度はもっと気に入らなかった。君、前いたところでは随分といい営業成績を上げていたそうだな。お手並み拝見と行こうじゃないか。優雅にコーヒーカップを傾けながら笑う高橋に、俺は引きつりそうな頬を必死に動かしながら笑みを作った。絶対にこいつには負けない、と闘志を燃やしながら。俺は移動前にやっていたのと同じように動き始めた。まずは担当が変わった挨拶をするため、片っ端から電話をかけた。当然、直接ご挨拶にも向かった。名刺を渡してはっきり名乗った後は、
いつもうちの銀行で融資を考えてくださってありがとうございます、という礼を述べた。その後は、融資の話は横に置いて、世間話を開始。表情や姿勢、声の出し方にも神経を尖らせる。これも先輩が教えてくれたテクニックだ。基本は自然な笑顔。背はしゃっきり伸ばす。声は大きくなりすぎないように穏やかな話し方を徹底する。まずは相手に警戒を解いてもらわなければ信頼関係は築けない。融資の話をしないのは、来て早々融資の話をされたら緊張や警戒が生まれるからだ。さっさと仕事の話に移りたい顧客も中にはいるが、場を和ませることは忘れなかった。主役が良い働きができるようサポートをするのが俺の仕事。彼らが落ち着いて話せる状態をまず作るのが重要だ。そうすれば自然と愚痴や悩みをこぼしてくれるようになる。仕事や融資に関係ない話でも最後まできっちり付き合う。それぞれの顧客の前でそういった行動を繰り返しているうちに、少しずつ彼らの顔のこわばりが解けていく。気難しい方とも会話が続くようになっていった。出だしは上々。俺としては成功なのだが、残念ながらこういった仕事は数字には現れない。顧客のもとへ足しげく通う俺を、同僚は温かく見守ってくれたが、高橋のお気に召さなかったらしい。呼びつけられたかと思ったら、厳しい叱責が飛んできた。何やってるんだ。目標額に全く届いていないじゃないか。俺は担当が変わったご挨拶に勤しんでいた、と説明した。こんな話をこいつにしてもどうせ無駄だろうと思ったが、事実なのだから言うしかない。当然、火に油を注ぐことになった。貴様、聞いたぞ。ご挨拶とか言いながら客と世間話に花を咲かせているそうだな。ふざけるなよ。ガチャンと耳障りな音を立て、高橋はコーヒーカップを置いた。入行して数年のアマちゃんにはわからんかもしれんがな。これは仕事だ。俺たちは客と仲良しごっこしてるんじゃないんだぞ。無駄話してる暇があったら融資の話をしろ。1円でも多く融資の話を引き出せ。部下の成績が悪かったら俺の昇進にも響くんだよ。クズが足を引っ張るな。随分とご立腹だと思ったら、成績が悪い俺のためを思って言ってくれているのではないようだ。自分の昇進が心配で仕方ないらしい。ため息をつきたかったが、ここで喧嘩しても仕方がない。俺が目標額を達成できていないことは、れっきとした事実だ。申し訳ございませんでした。と頭を下げる俺に、高橋は怒号を向け続けた。この時間が一番無駄だな、と思った。高橋に叱責される日々が続いたある日、俺は顧客の一つである会社に向かった。融資金額は少なめ、いわゆる小口融資先であり、加えて社長をはじめとした社員たちが個性的で、気難しいところもある会社だ。高橋が一番嫌がるタイプの顧客である。何度か電話を無視されたこともあった。出てくれたと思ったら、相手の女性社員はとても冷たい声で要件だけ聞くと、即座にガチャ切りされた。これは、直接出向いてお話しさせてもらった方がいいと考え、会社を訪ねたら、居留守を使われた。忙しい時間帯だったかもしれないと思い、別の時間に出直す。今度は部長にお会いできたが、今は借りれないんだよね。と言われて、すぐ追い返された。閉められたドアを前に唖然とする。今まで通ってきた中で、一二を争う塩対応だ。だがこのくらいで諦めはしない。話し相手になってもらうところから始めることにした。まずは受付の女性たち。続いて事務の皆さん。作業担当の社員やアルバイトくん。課長に部長と話しかける範囲を広げていく。最初はじろじろ見られたり、あなた本当によく来ますねと呆れられたりもした。だが、どんなに冷たく対応してもめげずにやってくる俺を次第に面白がってくれるようになってきた。河野くんまた来たの。懲りないわね。ジムのおばちゃんが俺の姿を見つけて笑う。旦那さんの愚痴に付き合ったら飴をくれた。あ、河野くん、ちょっと相談乗ってくれないかな。課長だ。誕生日プレゼントの相談に乗ったらものすごく感謝された。河野くん、待ってたよ。こっちは部長。近づいていくと、先日おすすめした紅茶について報告してくれた。
ありがとね。助かったよ。そう言うと、部長は手を振って言ってしまった。他にも何人かと話をしたが、融資の話は出なかった。でも、確かに俺とこの会社の関係は前進している。そうやって少しずつ信頼関係を築いていき、最初は顔すら見ることが叶わなかった社長にも会わせてもらえるようになった。彼の名前は権田博という。社内でも業界でも厳しい人として有名らしい。二人きりだとあまり会話が弾まないが、話を聞いてくれるようになっただけでも大きな一歩だ。通い始めてしばらくして、社長と二人で話をしていた時のことだ。こんな話が出た。実は今、新しい商品を作ろうかと思っている。社長のつぶやきに、俺は姿勢を正した。社長が俺に相談を持ちかけてくれようとしているのを感じ取ったからだ。どんな商品ですか？俺が尋ねると、社長は俺の方へ視線を向けた。美容サプリなんだが。話を聞くと、最近話題に出始めた、とある成分を配合したサプリを新商品として売り出したい、とのことだった。その開発に合わせて融資を引くかどうか迷っている。社長の言葉に俺は深くうなずいた。正直に言う。社長から融資の話が出た瞬間、すぐに飛びつきたかった。初めて社長が相談をしてくれたことにテンションが上がったのも事実だ。だが、かつて俺を指導してくれた先輩の言葉が俺を冷静にさせてくれた。いいですか、河野くん。相手の意向に沿った提案をするのももちろん大事です。ですが、時には厳しいご意見を申し上げることも考えなければいけません。無茶な融資に走られるお客様をお止めするのも我々の仕事です。お客様のためにならない融資の話を受けてはいけない。お客様の利益を第一に考えてください。たとえ我々銀行側に利益が出ないとしてもです。先輩の言葉を頭の中で繰り返す。俺は深呼吸して社長をまっすぐ見つめた。率直に申し上げます。今はその時ではないと考えます。社長が目を細める。応接室の重力が増したような錯覚を覚えた。社長の圧力に押しつぶされないよう自分を落ち着かせる。できるだけ深く息を吸い、俺は話を続けた。その成分を配合したサプリに関しての記事をネットで目にしました。某企業が開発を進め、来月には予約販売が開始するそうです。その企業は、この会社よりずっと規模の大きな企業だ。よほど差別化が図られているものを作らない限り、戦うのは難しいだろう。それに、その成分に関する気になる記事も目にしていた。社長はこの道のプロだ。門外漢である俺が意見するのは間違いなのかもしれない。新聞やネットで聞きかじった程度の知識でしかないことも十分承知している。でも、ここは止めるべきだと思った。そうか。俺が意見を述べ終わると、社長は静かに目を閉じた。それきり、社長は口を開かなかった。怒らせてしまっただろうか。不安がよぎったが、のしかかるような威圧感は消えていた。後日、ネットでこんなニュースが流れた。例のサプリを販売していた企業が、そのサプリの販売を停止した。権田社長が商品化を考えていたサプリの成分に、期待されていた効果がほとんどないことが証明されたのだ。サプリを販売した企業は、販売停止にとどまらず、事業撤退にまで追い込まれた。社長を止めていなかったら、次はこの会社がこうなっていたかもしれない。権田社長も、そのニュースを見たのだろう。あの時、私を止めてくれて助かった。ありがとう。そう言うと、社長は笑ってくれた。それからは社員だけでなく、社長も優しく迎えてくれるようになり、相談を受けることも増えていった。ある日のこと、とある会社で20億という大型融資の話が持ち上がった。その会社の担当者は他でもない、俺だ。それまでなかなか目標金額を達成できず、高橋に叱られっぱなしだった俺は、早速報告に向かった。20億の大口融資だ。さすがの高橋も褒めてくれるに違いない。そうか。それは素晴らしい。よくやったな。報告すると、彼は俺を手放しで褒めてくれた。ご自慢のコーヒーまで振る舞ってくれた。
だが俺は大口の取引に浮かれて忘れ去っていたんだ。高橋がクズ上司であることを。次の日、出社すると銀行内の空気がおかしかった。同僚たちは暗い顔をしている上に俺へ気遣うような視線を送ってくる。彼らの態度に首をかしげたが、理由は朝礼の時に分かった。支店長が例の20億の融資の話を俺ではなく高橋の手柄としてみんなに報告したのだ。頭が真っ白になった。高橋がみんなの前で支店長から褒められ嬉しそうに笑っている。これもすべて皆さんの、特に河野くんのおかげです。高橋はそう言って俺の方へ視線を投げかけてくる。完璧な笑顔。だがその裏では俺を嘲笑っていることだろう。高橋の高笑いが聞こえた気がした。朝礼後、すぐに高橋に抗議した。どういうことですか？あの話は俺が相談を受けた話です。怒りに任せて高橋のデスクへ両手を思い切り叩きつける。高橋は涼しい顔で俺を見上げた。大金が動く融資だ。まだ経験の浅い君には早いよ。額が大きすぎて不安だろうから俺が代わりに担当してあげることにしたんだ。勝手なことを言う高橋に食い下がる。あの会社は俺を信じて融資の話をしてくれたんです。俺の大事な顧客です。それを横取りするなんて。俺の怒号などそよ風くらいにしか感じていないんだろう。高橋はコーヒーをすすりながら余裕の笑みを浮かべた。俺がお前の横取りをしたというのか？そんな事実がどこにある？証明できるのか？そこまで言うなら支店長に訴えてみればいいさ。移動してきて間もないお前と実績を積んできた俺、目標額を達成できていなかったお前と毎月目標を達成し続けている俺。さて、支店長はどちらの言葉を信じるだろうな。俺は黙り込む。高橋の言葉に押し負けたわけじゃない。怒りで言葉が出なかったのだ。仕事を横取りしようとしてるのはお前の方だ。あの会社の担当はもうお前じゃないからな。担当は俺だ。机に叩きつけた手が震える。そこまで根回しをしていたのか。なんてやつだ。他人の仕事を横取りしようとするなど言語道断。この件は支店長に報告させてもらうよ。そう言うと、高橋はカップをソーサーへ戻した。両手を組み、こちらを見上げてくる。俺は真正面からその視線を受け止めた。河野くん、君はクビになるだろう。君のような靴はうちにはいらないからね。支店長もそう判断されるだろうさ。いや、お前のような男は我々に悪影響しか与えないな。今すぐやめろ。勝ち誇ったかのような顔を俺は見下ろした。ここで働いている限り、この男に顧客を横取りされ続けるだろう。こいつが俺よりできる男であれば、まだ納得できる。顧客のためを思えば、より頼りがいのある人間が担当する方がいいに決まっているからだ。だが、この男はダメだ。信頼という言葉から最も遠くにいるような男だ。大切な顧客をこれ以上クズのおもちゃにされてたまるか。わかりました。だが、解雇勧告を受けたから辞めるわけではありません。こっちから辞めてやるよ。それだけ伝えると、俺は高橋に背を向けた。後ろで高橋の高笑いが聞こえた。勝利を確信した醜い笑い声だった。そうして俺が銀行を辞めた数日後のことだ。俺のスマートフォンが着信をつけた。発信元は高橋。何の用かは知らないが、今更話すことなどない。無視し続けていたが、何度も何度もかかってくる。あまりにしつこいので、仕方なく電話に出ると、繋がった瞬間でかい声が響いた。河野、戻ってこい。高橋はよほど焦っているのだろう。俺が口を挟む暇もなく、窮状を訴え始めた。要領を得ない話の内容から察するに、例の20億の大型融資が白紙になってしまいそうなのだという。高橋の話を流し聞きながら、俺はこう思っていた。ああ、やっぱりこうなったか、と。あの社長が高橋みたいなタイプの男を信用するとは思えなかったが、やはりそれは正しかったらしい。実は20億の大型融資の話は、
権田社長の会社で持ち上がったものだった。例のサプリの話の後も相談をいくつも受けていた俺は、その度真摯に向き合い、俺にできる全力のアドバイスをし続けた。俺はサプリに関しては門外漢だが、流行や時流に関しては俺の方が詳しい。そのことを知った社長たちは俺のアドバイスを取り入れてくれた。社長たちの努力と俺のサポートが化学変化を起こし、新商品をいくつも開発。その全てがヒット商品となった。もちろん、会社の業績は急上昇。その勢いに乗り、新規事業を展開することとなった。今回の20億の融資は、その事業のための融資だった。君の力をこれからも貸してほしい。よろしく頼む。そう言って、権田社長に握手を求められた。俺は当然、その手を強く握り返した。全力でサポートさせていただきます。こちらこそ、これからもよろしくお願いいたします。社長と握手を交わした右手を見下ろしながら、俺は電話口の高橋に向かって言った。俺はもう辞めた人間ですから、あなたの元に戻る気はありません。二度とかけてくるなと最後に告げ、俺は電話を切った。高橋からの電話はそれきり途切れたが、今度は支店長から電話がかかってきた。権田社長の元へ行くから、俺にも来てほしいのだという。融資を白紙にするのを取り下げてもらうべく、お願いに行く予定らしい。河野くん、お願いだ。君にも同行してほしい。俺はもう無関係の人間です。と言ったが、支店長は困った様子で食い下がってきた。権田社長が河野くんも一緒に来るのなら話を聞いてやってもいいとおっしゃっているんだ。頼む、河野くん。最初は行く気になれなかったが、お世話になった社長たちに挨拶もできずに金庫を辞めてしまったことを思い出した。ご挨拶くらいするべきだと思い直し、一緒に行くことを了承する。支店長は安堵した様子で日時を知らせてきた。支店長と約束した日時に権田社長の会社へ向かうと、支店長と高橋が入り口の前で途方に暮れていた。どうやら受付の女性陣が俺が来るまでは中へ通せないと言ったらしい。能面のような無表情で仕事をしていた女性陣は、俺が姿を見せると、パッと表情を輝かせた。事務の女性に案内され、社内を歩く間、何人もの社員とすれ違う。みんな高橋には目もくれず、俺に声をかけてきてくれた。応接室に通され、少しすると権田社長が部屋へやってきた。立ち上がった支店長が口を開こうとするのを厳しい視線で制すると、権田社長は俺へ視線を向けた。君を待っていたんだ、河野くん。突然辞めてしまったと聞いて驚いた。絶対何か理由があると思った。君はそんな無責任なことをする男じゃないと信じていたから。権田社長は困ったような笑みを浮かべる。思った以上に心配をかけてしまったようだ。最後のご挨拶もできず、大変失礼いたしました。俺が深く頭を下げると、謝ることはないと言ってくれた。深くは聞かない。君にもいろいろあったんだろう。だが、ここへ来てくれたということは、戻ってきてくれるということだね。もう一度、うちの担当になってくれないか？君以外考えられないんだ。俺が返事をしようとすると、支店長が口を挟んだ。権田社長のお気持ちもわかりますが、河野はすでに退職した身です。高橋には私からもよく言って聞かせますので、このまま担当は高橋でお願いしたいのですが。高橋本人も、尽力いたします。と調子のいいことを口にし、ペコペコと頭を下げている。だが権田社長は、二人を睨みつけた。ナイフの切っ先のような鋭い視線だった。変わると思うか？この男が本当に？私はそうは思わない。この男は変わらない。何があってもな。温度のない厳しい声だった。それでもなお、支店長は高橋を担当のままにしてほしいと口にする。ため息をつくと、社長は語り始めた。権田社長は昔、高橋に融資の依頼をしたことがあったそうだ。少額の小口融資だったが、会社にとってはどうしても必要な金だった。だが高橋は金額にしか興味がない男だ。それまでニコニコしていたくせに、金額を提示すると、手のひらを返したように態度を変えた。馬鹿にしたような笑みを見せる。目を合わせない。ため息混じりに話す。会社の状況を話そうとしても、適当に相槌を打つだけ。肝心の
融資すらもしてもらえなかったという。支店長が咎めるような視線を高橋に送るが、高橋は首を横に振った。表情から察するに覚えていないのだろう。自分に都合のいい顧客のことしか記憶しない。こいつはそういう男だ。そして今回20億の融資の話になったわけだが、会ってみて呆れた。昔はあんな態度をとっていたくせに、私を持ち上げるようなことばかり口にし、どんな話にもイエスしか言わない。媚びを打ってくる。現金な男だ。それに、高橋は会社のためになるようなアドバイスは一つもしてくれなかったと社長は言った。試しにあのサプリ。河野くん、君に開発を止められたあのサプリの話をしてみたら、この男何と言ったと思う。それは素晴らしい商品ですね。ぜひ開発しましょう。ご融資は当銀行にお任せください。と言ったんだ。それがとどめとなり、社長は高橋に愛想を尽かした。このままこの男が担当のままだというのなら、取引は白紙だ。こちらの事情を考えもせず、融資の金額だけで客を見て、態度に差をつけるような男は信用できん。二度と顔を見せるな。権田社長の一喝が部屋に響く。高橋は支店長に促されるまま、何度も何度も頭を下げていた。謝り続ける高橋の体が震えている。ソーサーの上でコーヒーカップがガタガタ震えるような、そんな震え方だった。その後、当然のごとく、高橋は担当を外された。それだけでも、彼にとっては痛手だっただろうが、追い打ちをかけるように内部告発が上がった。過去に融資の話を高橋に横取りされた行員たちが、ついに声を上げたのだ。両手の指で収まりきらない件数の横取りが発覚し、高橋は融資担当を外された。そして、いわゆる窓際部署へ左遷された高橋は、出世の道を断たれた。そのまま反省していれば、まだ可愛げもあったが、高橋がそんな殊勝な態度を見せるはずもなく、退職し、別の銀行へと転職していった。一刻も早く出世したいと考えた彼は、大口融資に絞って営業をかけていったそうだ。ろくに反省もせず、同じ間違いを繰り返した男が出世できるわけがない。電話も途中で切られることもあったらしいし、門前払いも当たり前だった。高橋がしつこいと言って、銀行へクレームの電話をしてくる顧客も相当数いたらしい。現在は、裏方の事務職に異動を命じられ、細々と働いているのだという。インスタントのコーヒーをすすり、小さな机に縮こまりながら、書類整理に励んでいるとかなんとかいう話だ。さて、俺の話をしよう。俺はあの後、権田社長の熱意に押され、銀行に戻ることを考え始めた。支店長からも謝罪があった。高橋の言葉を鵜呑みにしてしまったことを反省してくれたようだった。同僚たちからも、ぜひ戻ってきてほしいと懇願され、復職した。再び担当になったご挨拶に向かうと、権田社長は俺を温かく出迎えてくれた。今まで多くの銀行員と会ってきたが、君以上に信頼できる人間には出会えなかった。君のアドバイスは的確で勉強になる。この会社は君がいてくれたからここまで成長することができたんだよ。本当にありがとう。そう言って、権田社長は頭を下げた。ありがたい言葉だ。じーんと胸が温かくなる。泣きそうになるのをこらえながら、俺は口を開いた。いえ、そんな。俺は皆さんが金銭的な不安がないように動いていただけです。俺がやったのは皆さんのサポートに過ぎません。主役は皆さんなんですから。俺の言葉に社長は、君は欲がないなと言って笑った。そこが君のいいところだ。これからもよろしく頼むよ。差し出された手を握り返す。今度はこの手を離すことはない。権田社長の会社以外にも、俺が担当させてもらっている会社は多い。その中には、大口顧客もいれば、小口の顧客もいる。高橋の事件以降に新しく担当し始めた会社もあったが、俺のスタンスは変わらない。融資額トップを達成しても、融資課長に昇格しても、部下を多く抱えるようになっても、俺が胸に刻む言葉は一つだ。顧客第一。俺はこれからも、いざという時に頼りにしてもらえる存在を目指し、日々精進を重ねていく。ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。
グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。